皆さんこんにちは、ガジログです。今回はダンベイから出ました。その名も MARS という新しいプロジェクターとなっています。先日も実はダンベイネオというプロジェクターのレビュー動画の方を出しましたが、そちらよりもさらに上位モデルとなっています。ネオの方でもめちゃめちゃね、クオリティ高くて、個人的にはそれでも十分満足できるレベルだったんですけども、さらに上位モデルということでね、個人的にも興味があります。ということで、これから開封し中身の確認、そしてスペックのご紹介ですね。そして設置した上で実際使ってみたいと思います。ちなみにこちらはダンベイ様からお貸し出しいただいたものになります。では本日も行ってみましょう。はい。というわけで開梱してみましたけど、パッケージ内容となっています。まずね、本体になりますが、結構なね、大きさになっていますね。そしてこちらがね、電源アダプターになっているんですけども、こちらもね、まずまずのサイズ感となっています。そしてこちらはね、電源のコネクタになっています。またしっかりリモコンも同梱されていまして、これはいいですよね。使い勝手がね、リモコンがあるかないかで全然変わってきますので、これ絶対欲しいものになります。まず電源ボタンがありまして、十字キーもついています。さらにダンベイはNetflix 公認のプロジェクターということで、しかも目立つような形で Netflix 専用ボタンもあります。加えて Amazon のプライムビデオも直接起動できるようにボタンが配置されていますし、またさらに YouTube の専用ボタンもあります。この辺のね、使い勝手っていうのは相当いいですよね。ちなみにリモコンの単4電池の方は別売りになっていますので、別途用意する必要があります。そしてさらにね、ユーザーマニュアルももちろん入っています。しっかり日本語に対応していますので、安心してセットアップができるんじゃないかなと思います。そして掃除用のクロスも入っています。では外観の確認になりますけども、まず大型のレンズになっていまして、手前にちゃんとフィルターがついています。そして距離を測るためのカメラとセンサーがついています。TOF センサーですね。そして背面になります USB ポートですね。2.0 のものが2つついています。また HDMI 端子になりますが ARC 対応になっています。で、こちら通常の、ね、HDMI 端子になっています。で、さらに光端子の出力のポートもついていますね。また LAN ケーブルも直接ね、無線 LAN ではなく有線 LAN で直接つなぐということもできます。そして最後に電源の入力ポートになっています。ちなみにね、周囲にこのように網目がありますけども、背面は通気口にはなっていません。デザインのものになっています。サイドを見ますとこのようにちゃんと網目の中に通気口がありますので、こちらからね、熱を排出する形になります。そして反対側にもね、しっかり通気口がありますので、熱の排出っていうのがね、できるようになっています。また加えてスピーカーも内蔵されていますので、こちらの方からね、音が出る形になります。そしてね、上部にはしっかり電源ボタンがついていますね。タッチセンサーになっています。加えてこちらにちょっとね、見にくいんですけどありますけど、これがね、光センサーになっているということです。そして最後にね、裏面になりますけども、ネジ穴がついています。で、ちゃんとゴム足がありますのでね、滑り止め加工がされています。ではサクッと主なスペックをご紹介したいと思います。まず輝度になりますけど、これなんとね ISO 基準で2100ルーメンということでめちゃめちゃ高輝度になっていますね。そして光源はレーザーとなっていまして、寿命は3万時間となっています。すごいですね。そして解像度はフル HD1920×1080 になっているので 4K ではありません。そして画像のサイズは60インチから180インチまでとありますが、掲載されているサイトによっては200インチまでいけるっていう風にね出ていますけど、ピント買えばねしっかり200インチほどまでいけると思います。さらにね、こちらのセンサー、距離センサーによってオートフォーカス対応になっていますので、自動で補正してくれるのもいいですね。で、加えてこれ自動で台形補正っていうのがありまして、しかもね6方面になっているので、奥行きから角の向きですね、使われるスクリーンに合わせて台形補正されるっていうのが使い勝手が相当いいんじゃないかなと思います。台形補正に関しましてはしっかりね使っている様子をご紹介したいと思います。そしてスピーカーですね、これなんと 10W のものが2面ついていますので、ステレオでね結構迫力のある音を楽しむことができると思います。そしてね、静音性になりますが、最大で24デシベルということで、めちゃめちゃ静かですね。ほぼ聞こえないレベルじゃないかなと思います。そして最大の消費電力は 180W となっていますね。ですので、ある程度のサイズの液晶テレビとかね、有機 EL テレビぐらいの消費電力になっています。そして重さは 4.53kg となっていますので、ある程度の重量になっていますね。ではこの後に設置して投影の方をしていきたいと思います。ではまずシステム言語を決めていきたいと思います。ランゲージとありますが、多分下の方に日本語があるんじゃないかなという感じですね。めちゃめちゃたくさんの言語ありますね。出てきましたね。日本語を選びたいと思います。
そして投影モードとありますけども、私の場合はね、こちらのテーブルの上に乗っけてっていうような感じになりますので、そのまま左上の部分でいいと思います。で、さらに、このようにね、逆側に反転させることもできますし、スクリーンの裏から投影するってこともね、できるようです。で、こういった感じのもあります。そしてタイムゾーンを決めていきます。やっと出てきましたが、2本があります。そして通信設定ということで、自宅の Wi-Fi とつなげていきたいと思います。はい、入力し終えましたので OK をしました。ダンベの製品は Netflix 公認のプロジェクターということで、もうデフォルトでね、このような Netflix の起動というふうになりますが、加入してある方はこのまま起動にしていただければと思います。はい、ということで、ホーム画面がやっと出てきましたね。ただね、ちょっと今大事なところになりますが、このスクリーンにね、形が合ってないわけですので、早速台形補正などね、フォーカスなどを含めましてやってみたいと思います。これがね、キーストーンになりますが、台形補正ですね。ではこれから自動でちょっとやってみたいと思います。押しました。はい、画面が白くなって調整が、はい、されましたね。いや、これはすごいですね。ぴったりはまりました。カメラから見ている向きですと、少しね、斜め下から見ている感じになりますが、私その後ろにいるんですけども、このスクリーンに対して完璧すぎるぐらい調整されています。すごいですね。で、さらに手動で調整することもできますので、角をね、微調整することもできます。高級設置とありますけど、これ移動中の自動補正とありますが、ちょっと動かしてみたいと思います。はい、今ね、スクリーンから外れてしまいましたが、自動的に調整をしてくれています。どうでしょうか。あ、やっぱね、綺麗にはめてくれましたね。ではちょっと戻したいと思います。今ね、ちょっとずれてしまいましたので、もう一度ね、自動補正してみたいと思います。はい、やっぱりね、だいぶずれています。はい、今調整中です。はい。ドンピシャリですね。ちょっとね、スクリーンに対してサイズが小さくなりましたので、次にズームで調整していきたいと思いますが、今ね、最大のサイズになっています。で、さらに小さくするっていうこともできますね。こんな感じで奥の方へ縮まっていく感じがします。で、さらに拡大しますと 100% でこんな感じになっています。これよりね、もう少し大きい方がいいよってことであれば、距離を取ったり、手動でこの辺を調整しないといけないかもしれません。次にフォーカスとありますね。これもちょっと自動でやってみたいと思います。ピントを合わせていますが、ぴったりね、合ってくれたんじゃないかなと思います。そしてピクチャーモードというのもあります。色合いなどね、輝度などを含めましていろいろ変えることができますね。今回は標準でやっていきたいと思います。さらにオーディオの設定もありまして、低音設定や高音の設定の調整もできます。さらにサウンドサラウンドということで、こちらね、オフになっていましたので、オンにしてみたいと思います。で、サウンドスタイルとありますが、標準やスポーツ、映画、音楽というね、調整することもできます。ということで、ピントも合いましたし、スクリーンに対してサイズが合いましたので、これからね、画質の方をちょっと見ていきたいと思います。では YouTube 上にあります 4K 動画になりますが、今再生していますね。いやー、すごいですね、これ。めちゃめちゃ綺麗ですね。フル HD なんですが、4K に勝るとも劣らないという、そうしたクオリティがあると思います。何にもね、不自由しないクオリティだと思いますね。いや、すごいですね。めちゃめちゃ綺麗です。こちらも YouTube 上にあります、ネイチャーリラクスレーションのチャンネルになっています。これはすごいですね。めちゃめちゃクオリティ高いですね。これぐらいのクオリティがあれば 4K じゃなくてもいいのかなっていうぐらいだと思います。もっとスクリーンが大きい方であれば必要かもしれませんが、我が家のこのサイズのスクリーンであればフル HD で十分のクオリティがあると思います。では続きまして、やはり YouTube にあります著作権フリーの音楽になりますが、これを使ってスピーカーがどんな音質なのかお聞きいただければと思います。結構ね、低音も効いてるんですよね。なかなかの音質だと思います、これは。今ね、聞いてみましたけども、低音も結構ドスドスね、聞こえるんですけども、中域から小域にかけてもバランスのいい音質じゃないかなと思います。全然こもったような感じはありませんので、本体のスピーカーを通してコンテンツを楽しむっていうのでもいいんじゃないかなと思います。
今再生していますのは、私のチャンネルで以前レビューしましたダンベイネオというプロジェクターになりまして、今回ご紹介していますモデルよりも下のモデルになりますけどね、これでも十分なクオリティはありました。さらに今回は上位モデルということで、非常にクオリティの高いものになっていますけども、自分のね、チャンネル、この大画面で見ますとね、迫力がありますね。そして最後にね、もう一度 4K 動画の方で戻ってきましたけども、いやー、これはすごいですね。こちらもね、YouTube 上にありますリラクゼーションフィルムというチャンネルになりますが、スイスの映像ですね。こういった動画を見るのは、やっぱり大画面ならではだなと思います。めちゃめちゃ綺麗ですね。さらにこういったね、水の速い動きになりますけども、しっかり描画もされていますし、森林の木々一本一本も非常に繊細に描かれていると思います。岩肌もね、奥に見えます。滝もよく見えます。さすがにダンベイのこの MARS というプロジェクター、光源も3万時間持つということですので、1日1時間2時間使ったとしても、10年単位でね、余裕で使うことができますので、このクオリティね、ずっと楽しむことができるのもいいかもしれません。またこの本体の中にこういった YouTube や Netflix、プライムビデオなどいろんなサブスクリプションサービスを使うことができますが、背面に HDMI 端子がありますので、Fire TV スティックとか Google の Chromecast とかいろんなサービスと連携させることによってより幅の広い活用っていうのができるかもしれませんね。というわけで気になった方は概要欄にリンクがありますので、詳細の方をご覧いただければと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。